手のエルナです。今日はなんと女の子の日2日目ということで、もうね、全てに関してやる気がない、だるい、お腹が痛い、あとなんやろ、もうとりあえずやる気がないの。昨日と今日ずっと。んで今日朝さピラティスだったんですけど、ピラティスなんで10時半からで行かないとなと思って、9時半ぐらいにお腹が痛すぎて目が覚めて、やばいお腹痛いと思って、ですぐ薬を飲んだのね。ロキタリン飲んで、もうずーっともうほんまマジで激痛、もうずっとさ、なんていうの、どんな感覚って言ったらいいか分からんけどさ、なんか殴られてるみたいな、ずっとうわーって殴られてるような感覚分かる？女の子だったらさ、生理痛の痛さ分かると思うけどさ、もうそういう俺らはめちゃめちゃ重いの。生理痛が重くて結構しんどい感じの方で、もうそれがずっと続いて、こんなんでピラティスできるわけねえじゃんと思ってさ、ふーとかとかやるわけですよね。その1時間後にはできねえみたいな。それでそのピラティスのあゆみちゃんにこう打って、今日ちょっとできないかもみたいな、お腹痛すぎてとか言って、で前も生理痛でちょっと朝が多いから、だいたいピラティスやるとき朝起きてすぐ薬飲んでも1時間半とかなんか2時間ぐらい効かないときあるんですよ、私の体は。だからさ、それでちょっとギリギリまで粘って、ちょっと粘ったけど1時間前から、言ってた、生理だからちょっともしよかったらリスケできるみたいな感じで、でもそのよくならず、お腹がもう一向に痛くなるばっかりで、ほんでもういけなかったの、結論。もう最悪、もうそれで人生が狂った、人生とか一日が狂った今日も。でそれしてすっきりして、これ今日はパスポートの申請してとか証明写真撮ってとかいうプランを立ててたのね、自分の中で。もう台無しですわ。もう何もやる気起きないし、家ずっとお腹痛いし、うーってなってて、で知らない間になんか寝てて、気づいたら3時でめっちゃ泣いて、もういいやみたいな、やる気なくして、サンクチュアリー、ネットフリックスのそれ見てて、でもお腹が空くじゃないですか。だからインドカレー食べたいなと思って、なんかナンが食べたくて、なんかナンが食べたいなと思ったの、その時に。何かわからないけどインドカレー好きなんですよね、私。インドカレー好きで結構インド屋さん行くんですけど、でたまたま彼氏から電話かかってきて、仕事終わったよみたいな、何してんのみたいなかかってきたから、なんか一人でインドカレー行くんだけどって言ったら来てくれて、一緒に食べました。で今帰ってきたんですけど、インドカレー後の私ですなんだけど、なんかやる気がなくて、本当にこんな自分なんてダメだとか思っちゃうの。このままじゃダメだみたいな、なんかこんな甘ったれた自分じゃダメとか思うんですね。もうダメ今日は本当にダメな一日ですわ。昨日もそうだったし、昨日も生理のせいで体調めっちゃ崩したっていうか、お腹がとりあえず痛くて、でも結構頻繁にもう薬を飲んでも痛いのは痛いんですね、ずっと。効かないので、効いてもちょっとしか、何時間かぐらいしか効かなくて、生産性のある一日にしようっていうのが今年の目標なので、頑張ってメイクをして、ちょっとやる気を出して写真とか撮ってみたりして頑張ったんですけど、なんか何も、今日もね、本当はこういう YouTube を撮るんじゃなくって、もっと可愛くてキラキラした YouTube を撮りたかったんですけど、無理です。無理。今日は無理。ということで、なんかこういうなんか何もしたくねえ一日というか、何もしたくないただのエルナを今日は動画に収めていきたいと思います。しょうがないよね。でも自分にめちゃくちゃ甘いので、私は甘いっていうか、なんかそういう体がしんどくなったりとか、風邪の時とか、なんかそういう時はめちゃめちゃ甘いタイプ。しんどいってなっちゃう。しんどい、スケーティンってなるタイプなので、
許してね。無理や。なんかさ、なんか情緒不安定すぎる。無理。で、この前なんかムカつくことがあってさ、なんかあんまりそのアンチとかこういう悪口を言われたりとかそういう経験は今までないんですけど、なんかたまーに、まあ、1年に1回ぐらいのペースでなんか来るんですよ。まあ同じ人かもしれないけど毎回たまにね、そういうなんか嫌なコメントしてくるやつがいるんだけど、そいつからなんかそのこういうちょっとやる気がなくって落ち込んでる時に、なんかそんな大して可愛くないのによく SNS できんなみたいな、なんかそんな感じのことを言われたんですね、 DM で。なんかいつもだったら無視するし、言わしとけばいいやっていう感じなんですけど、なんかイライラしちゃってイライラと同時になんかはみたいな、はぁって思っちゃって返信したんですねしかも返信もその言葉文章じゃなくて自撮りして送りつけてあっても一番可愛い印象って、昨日の話なんだけど、それはで昨日そのメイクとかしてなかったけど、そいつに写真を送るために可愛くめっちゃメイクしてめっちゃ自撮り可愛い自撮りで撮って、お前これより可愛いのっていう感じで送ったのこういう感じで送りつけてやったの。イライラしすぎて。で、まあその人から、まあ別になんか返事とか返ってこなかったんですけど、なんなのよと思って、何こいつみたいな、返してこいよと思ったんですけど、なんかそういう、いつもならそういう風に気にならないことも気になったりとかする、ちょっと異常なんですよね、生理の時っていうのは。で、ここまであんまなることない、普段は。こんなに、お腹は痛くなる。めちゃめちゃ、毎回お腹痛くなるんだけど、情緒が不安定になるとか、なんかその生理の時だけ、なんとかなるとかいうことはないんですけど、特に。今回ちょっとそういうことが発生してしまって、すいません。ごめんね。いやでもね、DM に関してはね、私は絶対に悪くないし、悪いのもそちらの方なので、別になんか、後悔はしてないんですけど、ね、そんなこと、なんか人にさ、向かって言う言葉じゃなくねみたいな。絶対そういうこと言う人ってさ、もうなんか何人かじゃん、決まってるやん、多分。だから、返してあげた。ファンサスタ、ファンサ神。ルナのことを可愛いと思うか可愛いと思わないかはそれ人それぞれだし、可愛いと思ってくれてる人もいれば、別にそんなに大して可愛くないじゃんと思う人も、それはね、両方いて当たり前ですよ。全員が全員可愛いって思ってくれてるわけじゃないと思うので。だけどね、でも、願いとしては、全世界中の人が私のことを可愛いって言わせるっていうのが私の目標であり、目標なんですけど、はい、全員、もう世界中の全員対象でから可愛いって思われたいんですけど、でもなんか、まあまだそれは可能じゃないというか、現実で叶ってないじゃないですか。だから別にいいんですよ。そう思うのは自由ですよ。言うなよって話、普通に本人に向かって。そこら辺話しとけよって、その自分の仲間内で。わかる？そういうこと。もう、やめてくれる？本当に。なんか普通の時やったらいいけど、そういうなんか生理の時やめてくれます？マジで。よろしく。よろしくね。めっちゃ好きな人なんですよ。そういうこと、アンチコメとか、悪口とか言ってくる人はめちゃめちゃ見てるし、ルナのこと。と思ってるけど。だって別に興味なかったら見ないからね、まず。そんな、送ろうとも思わないし。なので、好きなんでしょうね。大丈夫？今日その生理中でめっちゃ寝たんですけど、まだあくびが出るのはなぜ？なぜ？大して可愛くない？可愛いじゃん。どの写真見たっていうの？何を見たっていうの？レナのすっぴん見た？もしかして。すっぴんはなんかな、化粧したらめちゃめちゃ可愛いと思うけどね、レナは自分で。
まあ、すっぴんも可愛いけど。まあでもまだ改善の余地があるというか、まだ上はいけるって感じ。まだ垢抜け切れてないみたいな感じなんですけど、分かってんのそれは一番。お前に言われたくねえって話だからね。これ、そう。せっかく今日なんか日焼けメイクみたいなチークをいっぱいたくさん塗ったんですよ。鼻のここら辺にボワーって塗ったんだけど、ちょっともうちょっと付け足していい？別にいいんだよね。うわ、最悪。今ので割れたんだけど。見て。マジで最悪。ほんまに最悪。てかこの前の福岡ポップアップの時にさ、これだけ折れたの。めっちゃルナちゃんはENFP ですよねとか EN なんとかですよねとか ESS そうさ MBTI あるじゃないですか。なんかそれをやれることがあって、よく何ですかとかこれですよねとか何っぽいとか言われるんですけど、あれですよ、私は MBTI 診断したことあるっていうか、友達にさせられたというか、それした時に討論者っていうのがあって ENSJ みたいな、なんかそれだったんですけど、初対面とかなんかこうあったりとか話していく中で絶対聞かれるわけね。私結構血液型は聞くんですけど、自分から何型って別にだからといって何も決めつけるわけじゃないし、ただ何型っぽいなと思うから、A 型とか聞くんですよ。まあ大体外れるんですけど、 AB 型だけわかんの。AB 型だからさ、 AB 型だけ AB 型でしょみたいなわかんですよ。そう、まあそれはどうでもいいんだけど、まあ、その MBTI で判断できんのみたいな、人のことを。それでさ、あれやろ、無理だなとかの彼氏が MBTI これやったら無理だなとか、そういう風に決めるんでしょ。意味わかんない。どういうこと？全然関係ないし、わからない。でも流行ってるからさ、まあ一応 MBTI 何ですかって言われたら、それはその討論者ですって言うよ。討論者やったっけな、イエベブルベ何ベみたいな、モチベとか、なんかそういうのも聞かれたりとか、ルナちゃんはルナちゃんはイエベだからこういうメイクの方が似合うとか、こういう髪型の方が似合うとか、こういう色の方が似合うとか言われるんですけど、さ、余計なお世話なの。教えてくれてるかもしれないんだけど、別に私は私の好きなことをするし、好きなものを着るし、好きな色を選ぶし、あなたに言われなくていいですという感じなんですよね。イエベだから何なの、ブルベだから何なのってやるのとイエベですよ多分ね。だって黄色いじゃん、ブルーではない。だからイエベなんですよ。イエベだから何って話なの。でも自分で言うのはいいけど、人からなんでルナちゃんこうじゃないからこうしない方がいいとか、これだからこうした方がいいとか言われないといけないのっていう話なんですけど、ごめん、すべてね、すべて違うの。今の言葉はすべてルナが言った言葉じゃない。ちょっとはい、編集してる方のルナなんですけど、ちょっとそちらのルナは説明が下手すぎて何を言っているか本当にわからないという感じなので、ちょっとこちらから説明を補足させていただきます。 MBTI とかそういうイエベベルベですかとか、骨格なんですかとかってそういうの聞かれるのは全然いいんですよ。いいんだけど、それをルナちゃんはこういう骨格だから、こういう肌の色だからこうしないといけないとか、こうした方がいいよとか、そういうことを言われるのが嫌だっていうことを言いたいです。でルナは、そういうなんかそういうのを意識してしまったら、こういうのって自分に似合わないんだとか、こういうのなんか着ちゃいけないんだという思考になってしまうから、ルナはそういうのが嫌だよっていう話。でも多分この時のルナはそういう話も嫌だったかもしれない。もうなんかそういう DM なんか
その悪気はないけどにゃんこからそういう話が来て、そういうことを言われて、なんかなんでってなんで自分に好きなようにさしてよって言っております。はい、以上です。生理痛だから生理だから違うもう一人の悪魔のルナがいるんですけど、そちらの人が言ってました。私はそんなこと思ってないし言ってもないです。そうだからいつもだったらそんなこと思わないのに思っちゃうわけ。どういうこと？本当にどういうこと？なんかやばいよね、絵本女じゃん。はい、どうでしょうか。私の一番可愛いところに気づいたの。ということで、なんかちょっと詐欺って感じなんですけど、まだ終わります。あにょんにょん。